乙女座さんの皆さん、こんにちは。今回はこれを見てくださっている乙女座さんの皆さんに急激に決まることというテーマでカードリーディングを行ってまいります。こちらのリーディングはタイムレスリーディングとなっていますので、見てくださっているその時がまさにタイミングというところから惹かれたメッセージを受け取りいただけるといいかなと思っております。早速スタートいたします。まず、現状からね見ていきたいと思いますので、タロット引かせていただいて見てまいります。これですね。もう一枚引かせていただきます。はい、こちらです。それでは上からオープンしてまいります。せーの。はい。ワンドの3番。そして、せーの。はい。ペンタクルの3番ですね。はい。まずね、一番直感的に感じる部分は、3番に3番。すべてにおいて、何か現実的な部分においても、ご自身の情熱的な行動力っていうものに対してもすごく今見てくださっている現状、皆さんの現状がなんとなく本当に整ってきてるよっていう風にまずタロットがそのように示してきてくれてるんですね。で、ご自身の中で精神的な部分ですよね。精神的な部分においては何か日々の生活の中でやっぱり不一致することであったり一致することであったりっていうのはどちらもねあったりはするのでしょうけれど、そういったことの部分だけではなくって物事ということで言うとエネルギー的にも何かが整ってきてるっていうこともですねすごい示してきてくれてる部分なんです。なのでワクワクしていたりすることに対してご自身が集中できるよ。なんか今はそうやってやりたいっていうふうに思うことに対して今までであればやりたいと思っていてもなんかやらなくてはならないことっていうことにちょっと埋もれてしまうようなことが終わりだったりとか、やろうと思ってもなかなか長続きしない、ご自身の中でルーティン化できないみたいな風にですね、どうしてなんだろうっていうようなお気持ちが続いてしまうようなことっていうことに現実としてね見ていた部分っていうのが終わりだった方もいらっしゃったかもしれないですけれど、このタイミングはやりたいと思ったことに一致して、それが何かねこのペンタクルの3番も出ているので技術的に何かスキルアップするようなことであったりとか、ご自身がそのやりたいと思っていることに対して何か一心に集中できるような環境づくりがすごく整ってるっていうことを示してきてくれてるんですね。で、それがどうかなっていうふうに無意識的に感じていらっしゃる方も含めて、何かしら今エネルギー的には動き始めてるっていうところもすごくね、この3と3っていうところからすごく感じるんですよね。全てが何かが整ってきている、ご自身の中で準備してきたこと、計画してきたことっていうのがいよいよ形になる時がこれからやってくる部分っていうのもあるかもしれませんし、もうすでにもしかすると見てくださっている方の中には整ってますっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。で、その中でじゃあねこれから急激に決まることっていう部分の、今ねこの度のリーディングの部分に関してどうなっていくかっていうところがすごくね楽しみを含んでいるわけなのですけれど、いろんな感情があったにせよすごくいろんな面がこれから整っていく部分っていうのをねメッセージ的には2枚ともに示してきてくれてます。早速、急激に決まること見てまいりましょう。聞かせていただきます。こちらです。はい、もう一枚はですねこちらですね。こちらですね。はい、じゃあ見ていきます。せーの。はい、ワンドの7番です。そしてせーの。はい、ワンドの3番が出ています。ワンドの7番が出ているので、ちょっとご自身の中では、その物事に対して立ち向かっていくっていう言い方が正しいかどうかはわからないですけれど、何かご自身の中でそこを乗り越えていく
超えていくっていうのかな、そういうふうに決断を迫られるようなことっていうのが若干終わりになるのかなっていうことですね。急激に決まっていくこととしては、ご自身がどうかなっていうふうに思っていたことであったりとか、整えようと思って計画してきたことに対してご自身が決断しなければならない時、先延ばしにするというよりかは、それを今このタイミングで何か形にしたりとか決めていったりとか、ご自身の展望ですよね。さらに何かを膨らませていく、ご自身がそれに対してじゃあどうするのっていうところで新たな行動をしていくことになったりとか、人間関係における部分に関してもそうなんでしょうけれど、何か関係を断ち切るっていうようなことが終わりになる方ももしかしたらこのタイミングはいらっしゃるかもしれないですけれど、ワンドの3番が出ているので、それがポジティブにご自身の中でポジティブに作用する中で必然的に何かが決まっていったりとか、こういった形でやっていこうっていうようなことに対して突然何か入ってくるような方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんし、そうやって加わっていくことによってさらにご自身の周りにおけるですね、何かが動いていく、決まっていく、そういったことを伝えてきてくれていて、今とても漠然な言い方なんですけれど、そうやってですね、ご自身が今までちょっとどうかな、ご自身が本当に期待感の中で技術的な部分、スキルアップっていうところの状況を伝えてきてくれてましたけれど、そこにおける何か曖昧にしていたものっていうのがすごくはっきりしてくる、はっきりしてくる分、現実的にご自身が決断をしなければいけないっていう風にご自身がね、なんかいけないんだよな、しなきゃいけないんだよなっていう風に思いながら何かを行動するというよりかは、もう本当に決断をしないとその先に行けないみたいな風な、そういった状況が何か起こってくるっていうことを伝えてきてくれてるんですよね。で、そういう時っていうのはやっぱりご自身の中で迷う気持ちがあってしまうと、どうしても決めきれないっていうようなことであったりとか、恐れが出てきたりとかっていうこともおありになる方もいらっしゃるかもしれませんし、そうやってですね、ネガティブな感情の確認っていうのもやってくるケースっていうのもですね、急激に何かが起こってきたりとかってことはあるかもしれないですけれど、急激にこのタイミングはいろんな意味で、今上昇気流に乗ってる状態っていうところを示してきていて、その上昇気流に乗ってる分波動がとても上がってるんですよね。で、上がってるってことは、その上がった分、そのスペース、今までのご自身の何か次元的というか、波動的な部分から言うととても波動が上がってきてる分、その間にあるものに対してじゃあどうしていこうかっていうような何か決断をしていく部分っていうことをですね、伝えてきてる2枚のカードになるんですね。じゃあその先どうやっていこうかっていうようなところでご自身がそこの前に立つっていうような部分のメッセージなんですね。なのでそういった時こそ大チャンスっていうことではあるのですけれど、早速ちょっとね、アドバイスを開いて詳しく深掘りしていきたいと思います。はい、こちらです。こちらです。でもしね、今ちょっとカードをねシャッフルしてる時とか、カットしてる時になんとなく直感的に感じた部分としては、今すごくスキルアップをしてる状況なんですよね。なのでご自分がそのねスキルを磨いて、ご自身の中でちょっと成功の部分ですね、さらに成功していく、何かご自身の中でそうやって今まで培ってきた部分が急激に何か成功していくような部分っていうのもちょっと伝えてきてくれてるので、そこはねちょっとねお伝えしたいなと思ったのでお伝えさせていただきますね。今まで努力してきたことが何かこのタイミングで急激に成功の方向性に向かっている、急激になんか応援してくれてる人が増えたりとか、副業なんかやってらっしゃる方は分かりやすいと思うんですけれど、急激に売り上げが上がるようなことになったりとか、ご自身が今まで努力してきたことっていうのがちょっと形になってくるタイミングなんですよね。そういうことも伝えてきてくれていて、急激な展開みたいなもの、ご自身が決断しなければならないことや、そうやって結果として何かもう成功っていうものを目にしていく、じゃあその後の展望、その先の展望もしっかりと見ていくっていうところで何か決断をしていく部分ということでね、2枚のカード出てきていると思います。そこからのアドバイス見ていきながら深掘りしてまいります。せーの、はい、戦車のカードが出てます。
はい、そしてせーの、はい、こちらのソードの8番が出ております。はい、まずアドバイス的なところで言うと戦車のカードなので、幸運期ですね。1番はこのラッキーセブンっていうところが今一番目の前に私はね直感的には降りてきてる部分として直感的に一番強く感じてるんですけど、今がラッキーセブン、幸運期ですよ。このタイミング見てくださってるそのタイミングがとても幸運期で、流れ的にはとても早くやってくるし、ご自身が決断しなければならないよっていうような事柄、何か選択していかなければいけないというような事象が起こった時には素早い行動っていうのが幸運期ラッキーセブンっていうことを伝えてきてくれてるんですね。で今ねそうやってご自身の周りに早く知らせが来たりとか、早く何かが起こってくるような知らせっていうのをね伝えてきてくれてるんですけれど、その時に大切なこととしてはこのソードの8番、ご自身の中で、ちょっと孤独感が出てきたりとか、やっぱりこうやって自分がやっていかなきゃいけない、決めていかなければいけないのかしらっていうようなですね、そういった孤独感であったり、やっぱり苦しいっていうような気持ちも若干出る方も出てくるかもしれないです。どうして今なのかとか、どうして今決断しなければいけないのかとかですね、人間関係における部分としても言えるかなと思うんですけれど、そうやって何か決めたりとか、ご自身の中での決断っていうところで言うと、ちょっと悩むような、ご自身が悩まされるようなことっていうのも若干あるかもしれないですけれど、その先ですよね。もう先ほどのワンドの3番ですから、成功しはもう本当に目前だし、自分の中で手に入れているものっていうのはきっと出てくるっていう部分は伝えてはきてくださってるものの、やっぱりそういった気持ちっていうのが潜在意識下の中にあるよっていう確認作業みたいなことはどうしても起こりうるっていうことを伝えてきてくれてるんですね。でそれがご自身にとってのチャンスの時期っていうことも同時に戦車のカードが出てくれてるので、それもお伝えできるかなっていうところもあって、その感情が出てくることがダメっていうことではなくって、その感情を終わりにするべく先に行くために、この感情こそを終わりにしていくんだっていうことで、ご自分としっかりとこのタイミングは向き合っていくっていうことがですね、アドバイスとしては重要っていうことをですね、このカードが示してきてくれております。なので結構重要というか、人によってはですね大きなことが起こる方もいらっしゃるでしょうし、何か決断をしなければいけないっていうことに関して言うと小さな事柄っていう風に感じることももしかしたらあるかもしれないです。急にどっかに行きましょうっていうようなことでメンバーでわっと決まるようなことが起こって、そしてみんなで波動が上がるので、みんながわちゃわちゃいろんな感情が勃発したりとか、最初ねそうやって何かがワクワクになってみんなでやろうっていう風になった時って意見が合わないことっていうのも多少あったりするので、そういう時にちょっとわちゃわちゃになったりするっていう部分もあるのかもしれないですけれど、そういうことさえもご自身が潜在意識下の中でこういったことってやっぱり苦手だわとか嫌いなんだよねっていうような、何かご自分の中でって思うような事柄の確認みたいなことが起こる方も同時にいらっしゃるかなと思うんですね。でそういう時もこちらの戦車のカード、ラッキー幸運期っていうことを伝えてきてくれているので、早速ねこの度のテーマをちょっと見ていきたいと思います。まずねカード引かせていただきます。はい、こちらが知らせてくれております。じゃあ開きます。せーの、はい、ペンタクルの5番です。テーマなんですけれど、やっぱりご自身の中のそのご自分にとっての望んでないお気持ちの中の、不足感っていう部分ですよね。不足感を終わりにしていくタイミング、その不足感も終わりですよっていうことなので、どちらかというとそういった確認のためにいろんなことっていうのが決まってきて、ご自身の中で決断を迫られるようなことっていうのが終わりになる方もいらっしゃるかもしれないですけれど、それがご自身にとってこの不足をね満足感に変えていくようなタイミング、
そうやって入れ替わっていく、お気持ちが入れ替わっていくタイミングなんだっていうことなのでね、そのテーマっていうのをねちょっと頭の片隅に入れておいていただけると、すごく楽になったとかですね、ご自身の中でそうなんだっていう風にちょっと現実的なものを見た時に、そこまでねグーって現実に引っ張られることなく、中立な立場でね物事っていうのを俯瞰的に見ていくような部分っていうのももしかしたら出てくるかもしれないですね。そうやってちょっとご自分のお気持ちを落ち着かせながら、そういうの嫌なんだよねっていうような事柄に対して終わらせていくタイミングっていうこと、そういうことがご自身の中で終わっていくことによって、急激に何かがポジティブにね変わっていく、ポジティブに転換していくっていう流れを今このタイミング作ってますよっていうことを伝えてきてくれております。そしてキーワードも見ていきましょう。はい、こちらとこちらです。はい、それではねこちらからオープンしていきます。せーの。はい、こちらのカードと、はい、せーの。はい、こちらです。はい、キーワードですけれど、やっぱりいろんなことに対して今ね現状的に技術を磨いたりスキルアップっていう部分でご自身のことを、一人で頑張ってる、本当に頑張ってる状況を伝えてきている部分っていうのがまず一つあります。でキーワードの中でそれはご自分が惹かれて、目標を持って惹かれた部分で進んでるっていうことには違いないのでしょうけれど、現状的な部分でそのようにね示してきてくれてるし、ワクワク感もありますから、とても波動が上がってる状況っていう部分はあったにせよ、どうしても人って何度も何度も人生をやり直したり、カルマ的な気持ちっていうのが潜在意識下の中にあった時に、やっぱりご自身がそれで頑張ってきた時に、やるせなかった気持ちであったりとか、できなかった、やれなかったっていう時もきっとあったと思うんですよね。で今はそういったタイミングで何か自分の中でその先に行く、明るくポジティブな先に行くっていうことはカードが示してきてはいるものの、やっぱり潜在意識下の中に眠っていたカルマ的なできなかった、やれなかった系のお気持ちっていうのがやっぱり残っている。それをご自身の中で今浄化したいタイミングなんだっていうことをですね伝えてきてくれていて、すごくキーワード的にはいろんな意味で過去世における部分であったり、これからつながる部分っていう部分においても浄化のタイミングっていうことを伝えてきてくれてるんですね。ですごくいい時期だと思うんです。でいろんなことが終わりにしていけるタイミングなんだっていうことを強く伝えてきてくれておりますから、ぜひね自信を持ってその先に進むっていうふうに自分が決めるっていうことが、まず一つこのキーワードの中からの大切なメッセージっていうふうに今感じるんですよね。支えてくれてる人っていうのが、自分が見えない存在だったとしてもたくさんいるんだっていうこと、そしてそうやって支えてくれてるっていう存在であったり、エネルギー的なものっていうのはご自分にとってもポジティブに作用していくんだっていうことをですね、まずは信じてくださいっていうような、そういった何か力強いメッセージみたいなものをですね今すごく感じております。そして先ほど何か孤独感っていう部分のアドバイスありましたけれど、やっぱりこちらからね同じようなメッセージなんですよね。あなたは一人じゃないっていうことをですね伝えてきてくれております。どうしても頑張ってる、自分が進もうとする時に努力をしている時っていうのはいろんな意味で周りも見えてしまう部分があって、自分ばっかり頑張ってるとか、そうやってね自分をちょっと悲観して見てしまったりとかね、ちょっと切ないなっていうような気持ちが出てきたりすることっていうのも時にしてあるかもわからないですけれど、そうやって自分のことをですねネガティブに捉えるのではなくって、やはりご自分は一人じゃないんだ。先ほどサポート、見えない部分でのサポートであったりとか、エネルギー的な部分でのご自分のポジティブな作用っていうところをお伝えさせていただきましたが、そうやっていろんな意味でポジティブさっていうのが今こうやって生かされていく部分っていうのをね、これご自身が努力した結果、何か決断がもうどんどんポジティブに作用していくような流れっていうのがやってくるよっていうことを伝えてきてくれていますから、ぜひ一人じゃない、本当にご自分の中での何か調和が生まれた時に、もうどんどん自分の中に現実的なそのポジティブな作用っていうのを引き寄せてくることなんだっていうふうにですね、幸運期なんだっていうことをまずは頭の片隅に入れながら、いろんなことを進めていく。そうやってネガティブなものを確認している部分はあったに
にせよ、そのネガティブなものっていうのに対してフォーカスをしながら進むのではなくって、自分の中で今は幸運期なのねっていう方向性をちゃんとフォーカスもうその先に据えて、そしてそこに進んでいくっていう風にですね、自分の指針作りみたいな風に捉えていただけるといいかもしれないですけれど、そうやって自分の気持ちがとどまったり決まったりっていう風にした時にぐーっと進んでいくよってことをこの戦車のカードアドバイスで伝えてきてくれてる部分もあります。すごい急速な展開起こる方もいらっしゃるでしょうし、そうやって何か不足感が終わってくんだっていうことを肌で感じていくっていう方もいらっしゃると思います。いろんな意味で自分は一人なんだ、どうせみたいなそういったお気持ち自体が何かガラガラと崩れていったりとか、ご自分の中で溶けていくような状況っていうのを作っていくタイミングなんだっていうところでね、何かを光を見ながら進んでいくっていう風にね、自分が決めるだけでそうやって何かがエネルギー的に変わっているっていうことを伝えてきてくれておりますから、急激に決まることとしてですね、しっかりとこのメッセージ、何かねポンポンポンと伝えさせていただいたメッセージをお受け取りいただいて、日々の生活にねちょっと活かしていただけると嬉しく思います。いかがでしたでしょうか。乙女座さんの急激に決まることに関してのリーディングは以上となりました。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと大変嬉しく思います。それではね、この先の展望を見据えたご自身の力強いパワーで先に行くっていうことですよね。何か決断っていうことにね、何かが決まっていく部分っていうのを感じますけれど、それをねご自身のお気持ちに据えて、ぜひね最善最高の日々になっていきますようにと、いつもここから応援しております。それではまた次回お会いいたします。どうもありがとうございました。